okay? Yo. Are you okay? 的粉碎，弗朗西斯裸露出上身，夜叉眯下眼睛，牢牢地盯着弗朗西斯，看眼。弗朗西斯低呼一声，接着在弗朗西斯的身上，一只的眼睛突然睁开，眨眼间。Мандюкс наш работает. Охуели, кто ты? Бля, ебаный рот, бля. Тебя... Hurry! Things were good back then. Oh, it's on recording. I got it on recording. Right. Oh my god! Oh my god! It's from his dad's home in Cahokia. You see two cars there. They just corner that blue SUV, hit that silver car. They Put the window down. Oh my fucking god. He'd sent a cleaned-up, rewritten version with Vin and Ellen to the north. Let Well, that didn't work.
fucking blanket and Just Asian. see if he gets this. Ну ты долбоёбин. Wow, nice wreck. As the title for the Emperor of Japan, and it's still in use, even though it got abolished in China after Wu Zetian's reign. She's a bit of one on her own. Oh! His things come off. What's come off? His axle. Oh. Stopped firing because they ran out of right now. Oh, they Oh my god! Way to slam on your brakes, everybody! Oh my god! Fire. Oh my god! Oh my god, pull over! Quick, go.交通事故は一瞬の不注意や判断ミスが繰り返しのつかない結果を招く恐れがあります。特に日常的に車を運転する私たちは道路上の様々な状況に慣れてしまいがちで、
その慣れが安全意識をなまらせることがあります。しかし、どんなに経験豊富なドライバーでも、絶対に事故を起こさない保証はありません。だからこそ、常に、自分が事故を起こすかもしれない、という意識を持って運転することが重要です。まず、最も基本的でありながら重要なことは、速度を守ることです。スピードを出しすぎると、ブレーキを踏んでも止まりきれない場合があり、結果として重大な事故につながります。また、速度が速いほど、他の車両や歩行者が予測しにくくなり、衝突のリスクが高まります。特に、雨の日や夜間など視界が悪い状況では、いつも以上に速度を抑えることが必要です。次に、注意力を欠かさないことです。運転中は常に周囲の状況に目を配り、他の車や歩行者の動きを予測することが求められます。例えば、交差点で信号が青に変わっても、すぐに発進するのではなく、左右の安全を確認することが重要です。また、前方の車が急に止まる可能性もあるため、十分な車間距離を保つことが必要です。後部座席に乗る子供たちや、助手席の同乗者との会話に気を取られることなく、常に運転に集中しましょう。さらに、飲酒運転は絶対に避けるべきです。お酒を飲むと判断力が鈍り、反応が遅くなります。たとえ少量のアルコールでも、その影響は無視できません。もしお酒を飲む機会がある場合は、必ず代行運転を依頼するか、タクシーを利用するようにしましょう。運転に自信があるからといって、過信することなく、安全第一で行動することが大切です。また、運転中のスマートフォンの使用も、事故の大きな原因となります。メッセージを確認する、電話をかける、ナビを操作するなど、どんな理由であっても、運転中にスマートフォンを手に取ることは危険です。運転中にスマートフォンを使用すると、注意力が散漫になり、道路の状況を把握する時間が大幅に減少します。急な飛び出しや、前方の車が急停車するなどの緊急事態に対応できなくなる可能性が高まるため、運転中はスマートフォンを操作しないという強い意志を持ちましょう。そして、運転する際には、他者への思いやりを持つことも忘れてはなりません。交通は一人だけのものではなく、他のドライバーや歩行者、自転車利用者など、様々な人々と共有するものです。無理な追い越しや急な車線変更は、他のドライバーに不安を与え、事故を誘発する原因となります。また、歩行者や自転車がいる場合には、余裕を持って道を譲り、安全な距離を保つことが求められます。自分だけが早く目的地に着くことを考えるのではなく、皆が安全に道路を利用できるよう配慮することが、結果的に事故を防ぐ最も効果的な方法です。最後に、自分の運転技術に対する過信を避けることも大切です。どんなに長く運転を続けていても、